こんにちは。ファーム大好き春日部つむぎです。好きなチャンピオンはナサストベイガーです。今日は密かにアシが大好きなアーキであるテレズミアカウンターを紹介していきます。小粒を育てるのって楽しくないですか？ちなみにヒロイックはダメです。巨匠がすぐに試合を終わらせてしまいますからね。さて、試合の方はお相手にターンベタス。こちらもあまり強くないですが、ここはシントキャストのみになりそうです。お相手エンドにのど首狙い。次のターンからの動きを考えると決闘者の方を残したいので通します。お相手最近ちょくちょく見るアブザンレジェンズっぽいですね。こちらはドゥームスカールの戦士をキャスト。三女は指定したクリーチャーにカウンター1個とそのターンの身自身の能力を与えるキーワード能力です。ドゥームスカールの戦士の能力は対戦相手に与えたダメージ分めくってクリーチャーか土地をハンドに入れます。ギックスでリソース差つけられると嫌なので、ここは決闘者を差し出して交換を申し出た形。お相手サリアとビトラフの怪物をキャスト。やっぱりギックスが横にいたら面倒でしたね。こちらは加護をもたらす戦乙女をキャスト。三女と飛行先生半本持ちの天使です。三女で飛んだドゥームスカールの戦士でアタックします。5枚見て1枚ハンドへ。ここは攻めの姿勢で古参兵取りますか。お相手エデリーをキャスト。そして怪物でアタック。このシナジーなかなか綺麗ですね。お互いスクレル部を突破できるほど除去を持っていなさそうなので、これは殴り合いの様相を呈してきました。こちらはまずオゾリスから。古参兵をキャスト。古参兵でドゥームスカールの戦士にカウンターを乗せ、それがオゾリスの能力でカウンター2個になります。2体でアタックにはお相手イガン状を根力。これ土地は無色なのでスクレル部で呪文つけても無駄です。ここは追加の天使が欲しいところですが、残念ながら引けず。見た目ほぼ勝ってますが、対処の幅を広げるために母聖樹でももらっておきますか。お相手青をキャスト。フルタックなのでこれはほぼ勝ちですね。お相手2体でアタック。さらにサリアが人間を食べて1ドロー。そしてここで解決策引けずお相手投了。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。これは満足キープ。お相手赤土地から熊野。これは赤タンですね。こちらは白母軍団の決闘者をキャスト。お相手フェルドンをキャスト。後手を引くというプレミをした以外は分回り。こちらは古参兵をキャスト。決闘者にカウンターを乗せて1ドロー。3マナで決闘者にカウンター乗せる組み合わせはいくらかありますが、今回はその中でも古参兵だけしか採用していないので、貴重な3ターン目1ドローです。とか言ってたら古参兵が落とされました。こちらも粗暴な聖戦士でフェルドンを除去しましょう。決闘者のアタックは遠くて残り14点。お相手機械化戦からのアタック。ここは通しましょう。そしてこちらは戦乙女をキャスト。赤タンはだいたいこれで止まります。2体のアタックは遠くて残り8点。お相手無謀なる衝動から。さらに衝動。ここで解決策引けずお相手投了。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。これは満足キープ。お相手ゲイントチレンダ。コントロールっぽいですね。お相手3ターン目もドロー後。こちらはボバカーンへの進行をキャストしますが、これは打ち消されます。アタックは遠くて残り20点。土地引けず。
こちらのアタックにはお相手エルズテスの強打、かなりアグロを目立ったカードですね。お相手土地が引けず構えて5、こちらも土地が引けずマナスク対決になってきました。ここは素直に2体キャストして5です。お相手ドミナリアイの進行をキャスト、4点ゲイン1ドロー。こちらはルームスカールの戦士をキャスト、これで決闘者に参除することで実質2ドローです。なんかミレックス連打して戦う未来が見えたのでミレックスもらっておきます。お相手ここも構えて5、これはあれですね。こちらはさらにルームスカールの戦士、ラス打たれたとしても実質2ドローなのでセーフ。そして全員でアタック。ここはお相手案の定の放浪を追う。1体追放されますが3体のアタックは通ります。決闘者は追加のルームスカールの戦士、ルームスカールの戦士は古参兵もらっておきますか。そしてスクレル部をキャストしますがこれは余計でしたね。お相手放浪砲マイナス1から追加の放浪砲、あ、そっか、お相手メインで出さないとなのか。一応スクレル部が役に立ちましたね。そして詰め方に悩んでいたらお相手投了。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。これはまずまずのキープ。こちらはまずシントからキャストします。お相手青白ランド、またコントロールの予感。こちらは5バカーンへの進行をキャスト。なんと通りました。これは負けかな。白黄昏は5バカーンの理念で何とかしましょう。バトルに一応1点だけ入れておきます。お相手ここは黄昏の強楽、タイアグロ最強カードですね。こちらは古参兵をキャスト、シントにカウンターを乗せます。そしてバトルへのアタックはチャンプブロックされます。これはリソース源が欲しいですね。お相手4マナ目タップイン。そしてここは構えてエンド。こちらは植物の喧嘩屋をキャスト、地味に本デッキのエースです。こちらは古参兵にカウンターを乗せて喧嘩屋が誘発してプラス1、そして2体でアタック。ここで訓練に喧嘩屋が誘発してさらにプラス1。お相手シントをチャンプブロックということは古参兵にメイドともりの更新、追加コストは白黄昏、5バカーンが裏返ったら大した効果はないと踏んだんでしょうか。お相手メイン記憶の反乱、だいぶ困ってますね。そして5マナ目をプレイしてターンエンド。こちらはバッチリな力のルームスカールの戦士、三女はシントを対象にします。そして喧嘩屋におまけのカウンターが乗り、シントはバトルで、喧嘩屋はライフを詰めます。お相手メイドともりにはスクレル部で呪文不要、5バカーン裏返すのが優先です。シントの誘発で古参兵をハンドへ、さらに5バカーンが裏返ります。これで追放ラス以外はほぼ対応できてますね。お相手未来の目撃をキャスト、これなら大体勝ってそう。ここでお相手投了。対戦ありがとうございました。ということでセレズニアカウンターでした。 MOM の新カードでいくらかカウンターシナジーのあるカードが登場しました。その中でも比較的強力なのがこの3枚。これらを主軸としてセレズニアカウンターが組める説があったので組んでみたというのが今回の動画です。そして見ていただいた通り、喧嘩屋とオゾリスはかなりの性能ですね。特に喧嘩屋とシントはかなり相性が良く、1ターン目シント2ターン目喧嘩屋と出すと
その後はお互いにパンプし合ってアタックのたびに育つし、信徒の起動能力で毎ターンエンチャント破壊することも可能です。決闘者についてはうまく使うなら3マナにこれを入れるとか、もうちょっとカウンターを載せるカードを用意してあげた方がいいですね。このデッキどうしてもサリアが入れたくなるんですが、一番先に外れるのが決闘者かもしれませんね。そして3女でカウンターを与えるのがこの2枚。なんか遠目から見ると向かい合って戦ってるみたいに見えてかっこいい。ドゥームスカールの戦士はガチだと思います。アーシ的には今回の緑の中でもトップクラスの当たり。出たターンに1枚アド取って、それ以降も取り続けるので、キャントリップ付きのマスト除去対象みたいなイメージです。戦乙女についてはタイアグロ用のサイドカードの印象ですが、BO1 ならメインに何枚でも欲しいレベル。タイアカタンはもちろんですが、苦手なクロタンに対してもシェオルが出た後なんとかなるときはこのカードが起点になることが多いです。さて、このデッキの強さですが、まあまあですね。ギリギリ5割を超えるくらいなので、ラダーを上り進めるにはきつい感じ。サイズがあるアグロなので、赤タンや緑白毒等の小粒アグロには有利がつき、黒タンやグリクシスといった除去多めのミッドレンジは苦手としています。原理 O1 環境が黒タンの使用率が異常に高くなっているためやや逆風ではありますね。ただし主軸になるカードは新カードなので、ローテ後に期待が膨らむ秋ではあります。ということで以上です。いつもコメント、いいね、高評価、広告等ありがとうございます。またチャンネル登録やフォローもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。